七郎が家光の小姓として召し出され、柳生家は喜びに満ちた。偶然小笛を救ったことで、亡き父石州祭の友である伊賀忍び下野の同運と再会する。野党時の策略で東兵衛と戦うことになるが、無益な立ち合いは自己の権力を誇示するのみで何ら意義のないことを諭す。そうした時、おりんの病は日増しに重く、死の寸前、千代の鼓で宗則に舞を所望する。おりんは宗則や千代の中に深い絆を残して世を去っていった。父上。おお、十兵衛か。父上、いかがなされました？大御所秀忠公のお言葉、ありがたくお受けした。どうでございますか。それはめでたいことで。どうした？いえ、本日上様が宗則が世の標法指南役ともなれば怠けてはおられる。手加減するよう申しておけとこの十兵衛に。家光様がか。七郎は十兵衛光義となりたくましく成長した。そして宗則は家光の標法指南となり、柳生新影流は五流儀標法の栄誉を担うことになった。いらっしゃいませ。どうも甘酒の音もは叶いませんな。お前とこうしていると7年前のことを思い出すの。茶碗を持ったまま飲みもせず怒った顔して若君に市内で撃たれて。父上ご存知でしたか。今でも怒っていますよ。断りに通らぬことをどうして我慢しなければならんのか。はしごの横になると父上にうまいこと騙されて。バカ者、まことの断りを申したまでじゃ。いかなることがあってもお師匠には絶対に内密だぞ。おい、師匠が求めたぞ。何事だ。何事があったのだ。新三郎、ありていに申せ。源内、これはいかなる不思議だ。お師匠、実は野犬がお庭を荒らしましたんで。野犬？野犬が刀を携えてまいったと申すか。正直に申せ。まさか貴様たち宗則を？ご推察の通りじゃ。玄達殿。久しいの忠明殿。何、穴井を買うたが返事がないので勝手に上がらせてもらった。柳生の野犬を襲うて噛まれたのじゃ。なお。何？貴様たち。
あれほどきつく申しおいたに一度ならず再度この忠明の面目を潰すとは。忠明殿、怒るな怒るな。門弟たちの気持ちもわからんではなかろうに。柳生新海が己の向こうを張って将軍家のご流儀ともなれば怒らる方がおかしい。忠明殿とて心中絡みのごとしとは言い難いのではなかろうかな。いつ大阪から。いや上方をだって見つけ余り気ままな旅でしてな。今朝方この江戸の地に世の移り変わりをこの目で確かめたいと思うてな。いやそれにしても柳生新影流も偉くなったもんじゃな。のう忠明殿、宗則にいや宗則ならずとも柳生家に何事か失態があればご公儀お役の罷免はこれは必要かと。市政の噂によれば近頃葵の御門の主がようと出没するとか。いやこれも噂じゃ。上方の井の中の蛙は見るもの聞くもの皆珍しゅうてな。上様の所業についての噂はわしも聞いておるがまことを確かめねば。それがどうも私の隣の夜以外の日にお忍びにてお出かけになるらしく。それがまことなら危険じゃ。はい。市政に浪人者があふれ、いついかなる時に思いがけぬことが起きぬとも限りません。上様市政徘徊を豊臣方の残党が知れば放ってはおきますまい。近くそれとなくお諌め申すがそなたも金寿五将の身殿井を続けてそれがまことなら固くお止めせねばならん。はい。今宵途上をと考えております。早いもので今年は奥方様の七回忌でございます。十兵衛様が立派にご成人遊ばされた姿をご存命ならばどれほどお喜びなされたかと思うと私お気の毒でなりません。人の命は定めじゃ。凛もあの世で千代に礼を申しておる。凛亡き後小さな七郎をよくここまで育ててくれた。何を申されます。私の方こそ女子は殿方によって新しい命を心に吹くものと申します。私は旦那様のお情けをいただいて初めて人間の心の美しさ尊さを教えられました。それがまことの愛であるということも。農地よ、凛の七回忌法要を終えたら北屋敷からここへ移ってはどうじゃ。そのことだけは。しかし左門もここにおることだしそなたも寂しかろう。北のお屋敷にはこの手のひらの中に私の幸せがいっぱいございます。私だけの幸せが。あそこを離れたらその幸せがこうしてしっかりと握りしめていても指の間からこぼれてしまうように思えて恐ろしいのでございます。ご臨終の折の奥方様の羽衣をお歌いなされたあのお声がつい昨日のように今でも私の中に生きております。どうぞ今までの通りわがままを言って申し訳ございません。
なた世に指図する所存か。十兵衛決してそのような。上様、万一のことが起きた場合取り返しがつきません。十兵衛、下城に通じるは政を司る者の務めじゃ。世が市政を視察するは庶民の暮らしをこの肌で見、情勢を把握してそれを治政に振り向けんがためじゃ。なればこそ暮れ方ではなく日の高い折に。言うな。その方は城中に残っておれ。友は許さんぞ。ちょっとダメなのよ。気取ってんじゃないよ。上様、もうお城にお戻りになりませんと。心配するな。せっかくうるさい伊豆や大井の目を盗み、十兵衛を叱りつけて出てきたのじゃ。今しばし巷を見ぬことにはの。上様。上様早く。上様。上様。
は十兵衛様が一大事にござりまする。十兵衛が我がこれは何としたことだ。十兵衛おけ。は源太源斎先生を。はい。お殿様、小笛でございます。小笛？道雲様の？はい。そちたちが十兵衛を？はい。じいさま道雲より江戸の柳生の殿様を密かにお守りせよと言われて、1年ほど前から近くに油屋の店を持ち、この又蔵と共にお屋敷を見張っていたのでございます。道雲様が知らなかった。お役に立つことがございましたら、何なりとご用命くださいます。かたじけない。ならぬ。ご老中様、お願いでござりまする。一目たりとも上様に。宗則殿、くどい。上様ご不興につき会うことは相ならん。ご無事なお姿をただ一目。宗則殿、この度のことにつき住職諸公をはじめ城内の者どもには上様市政徘徊の儀は極秘に付し厳として口外せざるようこの大井が申し渡してある。急な知らせにて途上し近習衆に聞くところによれば十兵衛は今宵殿井とのことではないか。しかも上様を乙女申すのが当然の近習故障でありながら上様の意のままにともども市政に出るなどもってのほか。ご老中様、幸い大事に至らなかったからよいものの、万一上様に何かこと起こらばその方ら親子が腹かき切ったところで相すまんぞ。早々に下城されるがよかろう。源斎先生。殿様。源斎先生、家中申し訳ない。ご子息は災難でしたな。知らせを受けた時はこれほどひどいとは思いませなんだが。上様を早く。危ない。早くお連れ申せ。早く。十兵衛様。若様、やりませぬ。上様。若様。十兵衛様。危ない。十兵衛様、お気を確かに。十兵衛様。昨夜のことらしい。それでは上様が市政徘徊中何者かに襲われたという城中の噂はまことか。のう忠明殿、上様をお守りせねばならぬ十兵衛が賊の手合いから傷を負って寝ているとなると、これは柳生の憲法では上様は守りきれんな。しかし一体何者が上様を。いや、わしは噂を聞いたまでじゃ。まあ忠明殿には宮城川に
知らせに来たまでじゃ。油油はいかがですか。なため油はいかがですか。ございます。又さん、あれは毛利玄達じゃないか。ちげえねえ玄達だ。玄達が？はい、間違いございません。玄達といえば毛利流汁剣術の開祖。それが忠明殿の屋敷に？お殿様、十兵衛様を襲ったのはおそらく玄達では。殿、ただいま小野次郎右衛門様が殿にお会いしたいと申されて。宗則殿、訪れたは他でもない。何も申さず上様標本指南のお役御免を申し出られるようお勧めに参ったのだ。こたびの龍英における噂、知らぬはずはなかろう。柳生新影の剣にては万一の上様の危機を救うことはできん。そのような当法を上様に伝授すること自体間違っておる。剣を取らば我が小野派一刀流のごとく敵の機戦を制するがこそ身を守る術。それにして柳生新影なる者、いたずらに心が憲法などと全問答まがいの剣の道を振り回し、いざという時には何の役にも立たん。それゆえに早々にお役御免を申し出られるがよかろうと申しておるのだ。それはできません。何？上様の標本指南は大御所様の命によりお受けいたしたもの。私の一存にてはできません。十兵衛の病状は高熱が続き予断を許さなかった。千代は世を火に継いで懸命に看護をした。柳生家の者がこぞって十兵衛の快癒を祈った。このことは十兵衛を焦点にして柳生家の心を一つにした。そして宗則は十兵衛の痛みこそ己の痛みと心に誓った。そうして一月の夜が過ぎた。おお、傷跡がきれいに癒えておる。これも根津の看病を続けられた千代殿のおかげじゃな。千代様が？いえ、私など何も。どうじゃ十兵衛、気分は？どうも片目で物を見るということは不便なものでございますな。見事。父上、まさか父上とは玄太かと思いました。玄太にはいつでも隙を見て投げろと申し置いたので。十兵衛、正直申すと父上、両目を包帯で閉じられ闇の中にいるとき、このまま片目だけでなく両目も失うのではないかと、傷の痛みに加えて恐ろしさが体中を駆け巡りました。両目を失ったら何が残るのかと身の不運に腹が立ち、
永遠にでもなれ。何度己を投げ出したか分かりません。その時私の耳にいずこからか父上の声がしたのです。優しくいさめるように、目を失っても心があることを忘れるなと。その声は自暴自棄な卑怯な私の胸にまるで鋭い剣先のように突き刺さりました。初めてその時、剣は切るものではなく、それ以前に己の心をいかに聖水のごとく済ませねばならぬかが分かったのです。それこそ柳生の奥義じゃ。そう思ったら心が見えるようになりました。十兵衛、よくぞ乗り越えてくれた。こたびのことは父上お得意のはしごの横木ですよ。お待ちくだされ。ただいま殿に申し上げるゆえ何とぞしばらくお待ちを。いかがいたした。はい。この方が立って殿にお目にかかりたいと申されて。柳生宗則殿か。毛利玄達だ。おお、大阪の。お名前は金がの。江戸に参ったついでに将軍家ご指南役としてつとに名の高い宗則殿と立ち会いお手直しを願いたいと参上した。柳生新影は将軍家お流儀、他流試合はできん。立って所望いたす。父上、玄達殿との立ち会いを私に。ならん。父上、お願いでございます。ならんと申すに。このお方はわしとの立ち会いを所望しておられる。宗則殿、参るがよいか。私の負けだ。私が負けたのは宗則殿。お手前が初めてだ。いや、私が勝ったのではない。あなたはあなた自身に負けたのだ。私自身に？お手前の手裏剣は32本。あとの1本を工夫されるがよい。覚えておこう。父上、
あの世上様を襲ったのは玄達が何者かと徒党を組んでのことに違いありません。その証に私のこの目の光を奪ったは玄達の手裏剣。めったなことを言うでない。その方玄達の手裏剣としかと見極めて申すのか。いえ、闇の中で敵の姿は。しかし父上、ただいまの立ち合いにおける玄達の波状投げの間合い、呼吸を考えますと間違いなく私が襲われた時と同様、しかも玄達の成果が豊臣の恩子を得たるものならばなおさら。十兵衛、上様。下がれ。上様。下がれと申すに。余は二度とその方の顔を見たくはない。十兵衛、早かったの。十兵衛、お役御免になりました。上様、二度と私の顔を見たくないと申されて。宗則、許せ。家光が十兵衛を退けたは決して遺恨あって疎んじたのではなく、自分が痛いのじゃ。あの折その方からの十兵衛固め喪失につき、しばし医療に専念との届け出を見、家光が世のもとに泣いてまいったのじゃ。上様が十兵衛をお役御免にさせたは家光とも相談の上、世が決めたことじゃ。徳川の政権を末永く確固たるものにするため、十兵衛が必要なのじゃ。どう宗則、世はその方について柳生新陰流を学んだ。その奥義を時世に反映するために十兵衛に働いてもらいたいと思ってな。十兵衛に隠密御用旅を命じたいのじゃ。大御所様。もとより宗則、その方が采配を取ってのことじゃがのう。大御所様がそのように申されましたか。父上、関ヶ原、大阪の陣以来、裏にてはいまだ豊臣方の残党と脈絡を取り、折あらばと気を狙う老快なる狼の牙が隠されていぬとも限らぬゆえ、この私めに。それを探り未然に防ぎ、将軍家安泰のために働くが十兵衛、そなたの役目じゃ。必ず意に沿い立てまつります。はい、おかえりなさい。すいません。ちょいと、すいません。はい。十兵衛様がいよいよ西国の旅に向かわれるらしいよ。父上、北の屋敷へ
旅立ちのお別れの挨拶をしてまいります。十兵衛様、良いところに。旅のご無事を祈って豆わらじを編んでおきました。豆わらじ？ええ。おお、これは可愛らしいわらじですな。昔死んだ母が私が旅に出る時に旅のお守りだと申してその豆わらじを編んで腰に下げてくれたのです。それを思い出して明朝ご出立の十兵衛様にと思って。ありがたく頂戴いたします。母上、今なんと？母上と申し上げたのです。母上、母上などと私のことをもったいない。何を申されます。千代様は私の母上です。いつか母上とお呼びせねばならんと思いながら、つい今までその気を逸して。十兵衛様、私のような下賤の身が。母上、私は実の母を失って以来、あなたの深い愛情のもとにこれまで育てていただきました。それは当然のことでございます。あの元服を迎える一月前、私が馬から落ちて高熱を出した時、凍てつく冬の寒い中、裸足の足から血を流しながら私のために神社でお百度を踏んでくださったこと、玄太に聞いて知っております。これが母上でなくて誰だと言うんです。またこの度目を失って病床にある時も夜半も寝ずにずっとそばに付き添い冷やし続けてくださった。これが母上でなくて誰だと言うんです。心の中では常に母上と呼びながら叫びながら、つい口に出るのは千代様と、恥ずかしさと私の堅くなな強情さで母上とお呼びできなかったこと、お詫びいたします。母上、明朝出立いたします。私の留守中、父上をよろしくお願いいたします。私はあなたのような方を母上と呼ぶことができ、こんな嬉しいことはありません。十兵衛様、私豆わらじか。
ご存知だったのですか。十兵衛様が私のことを母上と、初めて母上と呼んでくださいました。あの皮肉れ者めが私嬉しくて。十兵衛が千代を母上と呼ぶことで彼女は初めて柳生家の要となった。そうしたことが十兵衛の置き土産であることを宗則は知っていた。だが十兵衛の隠密旅の前途にいかなる暗雲が待っているか、それは誰も知らなかった。